こんにちは、普通の人です。今日はナルのパフォーマンスを集めてみました。前回ナルがビールを自分の頭に注ぐ映像を公開しましたが、ナルは他に様々な自虐行為と奇怪なパフォーマンスを行ってきました。まず公開いたします。日本に来て半年ほど経った頃、しかし絵はいつになったら描くの？何気に聞いた言葉に対して、なんでそんなにせかすわけと、韓国から持ってきた作業途中の絵をナルはカッターで切り裂きました。全裸になって服を脱いで、道端にひっくり返って小便を垂れ流したナルを、駅前のバーのマスターが服を着させ、家まで送ってくれたことがあります。翌日、マスターに、昨日はお世話になりました、すいません、と挨拶に行こう、と言ったところ、ナルは自分の服を引き裂いて、私に包丁を投げました。今思えば、当時すぐさま別れてもおかしくないぐらいの非常識極まりない奇怪なパフォーマンスでした。当時は一体なんでここまでするのか、彼の意図をしっかり把握しようとするよりむしろ、日本に来て途方に暮れてんのか、自殺なんてこと考えたらどうしよう。私はどうケアしてあげればいいのか。うつ病になったのかな。でも家族だから世話しないと。ただそれだけを考えていた気がします。後で分かったんです。相手を支配するための自虐行為とパフォーマンスだったっていうことを、ナルから離れるどころか、再び強力な力で引き寄せられるように操られていたってことを。YouTube を始めたとき、夫はナルシストを始めます編で、聞き慣れない言葉がいくつかあったと思います。ラブボミングとは愛の爆弾を投下する意味だと、エピソード1で話しましたよね。ガスライティングはメディアで多く語られるようになっているため、お馴染みの方が多いかもしれません。一方、フーバリングは聞き慣れない言葉だったのではないでしょうか。今日はこのフーバリングについて話します。フーバリングとは、フーバーという掃除機から来た言葉で、再び吸い込まれるという意味です。一言で定義すると、再び釣る。つまり、相手をもう一回釣るっていうことです。昔はよく雨とムチとかで表現したと思いますが、フーバリングはそのうちのムチの後の雨に値する技術と言えます。ふと、君を思い出して連絡した。あ、間違えて LINE 送った。ところで元気？歩いてて前君と一緒にイヤホンして聴いてた音楽が流れてて、今起きてる？私のことを辛くさせて別れたのに、時間が経ってからこんなやり方でまた連絡してくる人、一人ぐらいはいなかったですか？実は、フーバリングと相手を思い出しての連絡は、一見似た手法のように見えます。実際にもう一度会ってからでないと、区別がつかないところもあります。再び釣りを図るナルシストたちは、わざとこの方法を使うと言われています。より強力な刺激で、より強力な同情誘発演劇で、相手をしっかりと拘束するためです。自分が何をしても相手が逃れられないよう、相手が慣れるまで繰り返します。私の夫ナルは、特に私に暴力的なパフォーマンスを披露した後、フーバリングを駆使する人間でした。さっきお見せした映像以外に、ベランダから飛び降りる、死んじゃうからねって言ってから、自分の頭を床に強く打って土下座しながら自分を捨てないでーと絶叫したり、気が狂ったように怒っておいて、荷物をまとめて出て行ってしばらくしたら戻ってきたり、恋愛していた頃の話ですが、私が自分を怒らせたと、テーブルを強く叩いてなるは、小指の骨折をしたことがありますが、これでむしろ私に世話をさせながら、居候し続けるきっかけにしたことなど、心から愛している普通のカップルの間では、このようなことは起こりません。愛している相手が心理的な打撃を受けることを望みませんから。フーバリングと本物の愛は違います。
フーバリングは相手が自分の張った網にしっかりと入ってくるように、同情を誘発したり、情緒的な感情を刺激する技術に過ぎません。次回は、ナルシストは遺伝かというテーマで戻ってきます。最近、婚姻費用分担請求の調停のため、2ヶ月に1回ほど家庭裁判所を訪れています。ある日、ロビンになるの母、カンさんが私を睨みながら、大声で、ははは、ははは、と笑っていました。結論から話しますと、一部環境的な要因があります。ナルシストの親の下で育った子は、同じくナルシストへと成長する確率が高いです。実際のエピソードを次回、いくつかご紹介したいと思います。周りのナルシストのせいで大変な日々を過ごしている方、離れることができたら平穏な毎日が訪れますよ。ただし、ナルシストかどうかをしっかりと見極めてから行動していただくこと、もう一度強調したいですね。보통의 사람들 사이에 보통과는 많이 다른 나쁜 사람들이 보통 사람들처럼 살아가고 있습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드려요.